はい、こんにちは。やってきました。9月10日。0時ちょうどに予約しといた Kindle 確認して速攻で見ました。ベルセルク最新364話、ついに公開です。今回は内容をざっくり解説していきながら、僕なりの考察を話していこうと考えています。とはいえ、ネタバレになってしまうので、嫌な方は先に読んでから動画見てくださいね。それでは行ってみましょう。前回363話の最後、満月の夜に現れた月下の少年。彼とガッツとの再会から物語は始まります。ガッツにおぶさってエルフヘルムで生活している一行のもとへ。月下の少年の正体を以前からシール家は妖精王ダナンなのではないかと推測していました。満月という魔術的な処力が最も満ちる時を使ってエルフヘルムに向かってくるガッツたちを探りに来た妖精との使い、もしくは使いなのではなくダナン本人なのではないかと37巻で怪人を倒した後に少年がいなくなった後にシール家はこの予言をしています。しかし現れた少年とは別の扉から現れるダナン本人。シール家の予想は見事に外れてしまいます。少年はガッツに促され、まだ体調の万全ではないキャスカのもとへ。最後にキャスカが少年と会ったのは彼女が自我を取り戻す前だったのですが、キャスカはちゃんと覚えていました。少年はいつも通りキャスカにべったり。エルフヘルムの時間は外の世界とは流れ方が違うので、少年は数日共に暮らすことになります。親子のように一緒に眠るキャスカと少年。妖精島でのメルヘンチックな暮らしが綴られていきます。この辺はというよりエルフヘルムに入ってからはずっとそうですけど、本当にベルセルクかっていうくらいのどかで多幸感満載の描写です。そこに少年も仲間入りし、親子のようなキャスカとの関係も描写されて、さらに幸せなイメージが並びます。そしてセルピコのセリフ。私たち全員一つ屋根の下で暮らしているのだから、すでに家族のようなもんじゃないですかね。ここに一人入ることができないのがガッツなんですよね。切ないです。少年と共に眠るキャスカはまどろみの中、ある疑問を感じます。初めて出会った満月の浜辺。それよりも前からこの子を知っていた。でもどこで。その時思い出されたのは、食の後を産み落としたガッツの子供フェムとの生を受けた。その晩、昨夜までの満月は少し陰り、少年の姿は徐々に変わり、そこに現れたのはグリフィスでした。さて、月下の少年の正体がグリフィスだったということで、いや、このタイミングでそこ種明かしするんかいって感じだったんですけど、断罪の塔でのグリフィス受肉の際にガッツとキャスカの子をより代にしているので、月下の少年とグリフィスに何らかの関係はあるだろうなとは思ってたんですが、まさか本人とは思いませんでした。考えてみればそれを匂わせるシーンはちょこちょこあって、37巻で怪人を倒した後いなくなるとき、月をバックに空高く消えていく少年の面持ちがかなり含みのある表情をしているんですよね。少し大人になっているように見えるというか、瞳にちゃんと意志がある描かれ方をしている。そして世界掃除の枝の中を消えていっています。次、358話の最後のシーン。満月と世界掃除を背にファルコニアの城の窓辺に座るグリフィス。この時、やはり、ならば今夜が、と言って手に取って見つめている自分の髪の毛、今確認したら若干黒ずんでるんですね。初見では気がつきませんでしたが、ここでしっかり伏線貼ってありましたね。思い出してみると、あーって感じですけどね。見抜けなかったの悔しいです。ちなみにこの「やはりならば今夜が」というセリフから考えられるのは、少なくともこの時点までグリフィスは自分が月下の少年に変わっていることに確信を持てていなかったということですね。ここで最新話最後、月下の少年がグリフィスに変わっていくシーンで語られるグリフィスのセリフを読み解いていきます。夢を見ていた。満月の夜に幼子になって懐かしいぬくもりに抱かれるんだ。ここから読み取れるのは、前述した通り、グリフィスは自分の意思で少年に代わってガッツやキャスカの元に行っていたわけではなく、あくまでその事実はグリフィスにとっては夢として理解されていたのだろうということ。ゴッドハンドが夢見るのとも思いますが。だが夢から覚めるとかすかな赤涼感が残るだけ。それもすぐに消える。
一筋の涙とともに、朝露のように。かすかな寂寥感が残るだけの言葉からわかる通り、夢を見ている間は他の感情がある。懐かしいや温かいから想像されるもの。つまり愛情に分類される感情でしょうね。ゴッドハンドとなり人間らしい感情から解放され、自分の感情に振り回されずに目的に邁進することができるようになったグリフィスは、夢の中においてのみ人間らしい感情にさらされるということですね。しかし最後に残った寂寥感でさえも一筋の涙とともに消えてしまう。グリフィスはそのようにしてゴッドハンドに戻っていくということ。疑問になってくるのが、夢の中での人間らしい感情とはグリフィスのものなのか、それとも本来ガッツとキャスカの子として生まれてくる赤子のものなのかというところです。もしくはグリフィスは2人の赤子をより代にしたことによってゴッドハンドでありながら一定の条件で人間の感情を共有することができるということか。まあここまでがオーソドックスな考察ではあるのですが、僕は正直このセリフはこの世を去ろうとしている三浦先生の自世の句にも見えてしまいました。そのくらい詩的な美しい表現だし、このセリフを語るグリフィス最後のコマ、振り返りながら流す一筋の涙、陰った月、桜吹雪、いや美しいたらない。セリフが表現していることが諸行無常そのものですし、人間、つまり少年から人間でないもの、グリフィスに変わるということ。桜が散るというのも死のメタファーになっている。いや、普通にストーリーを作っていて偶然こうなったのかもしれません。でもこんな時、奇跡は起きるものだと思います。改めまして、三浦健太郎先生、ご冥福をお祈りいたします。最後に、ヤングアニマルからまた重大発表がありまして、ベルセルクを今後どうするかは未定とのことです。未定なのでもちろん続かないかもしれませんが、とりあえずはまだどうなるかなと期待する余地は残されました。どうなるかわかりませんがお待ちしてます。あと今日から東京で大ベルセルク展始まりましたね。これは言っとかなきゃいかんだろうということで僕も突入してきます。後日そのレポートもさせてもらいます。いやこちらも楽しみ。皆さんも最新話読んでくださいね。コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。